さんこんばんは。 THASMR です。今回は54321グラウンディングという心の落ち着きを取り戻すための応急処置的な対処法をご紹介します。これはフラッシュバックや強い不安に襲われた時、パニックや突然の出来事で頭が真っ白になってしまった時など、強烈な感情に支配されてしまった意識を五感を使って今ここという現実に引き戻す手法です。54321は5つの見えるもの、4つの触れるもの、3つの聞こえるもの、2つの匂い、1つの味というように順を追って意識を現実に集中させていくシンプルなものです。ただ大切なことですが、これは魔法ではありません。やり方は簡単に聞こえるかもしれませんが、最初からはうまくいかないかもしれません。強いフラッシュバックなどの乖離症状の時は、それだけ現実に戻ってくるのも困難で時間もかかります。ただやろうと試みること自体が意識を現実に引き戻す行為になりますので、普段からちょっとした出来事でも実践をして何度も練習を積み重ねていくことで、あなたにとってきっと信頼できる対処法の一つになります。ぜひやり方を覚えて、あなたの心と体の平穏に役立ててくださいね。それではこれから一緒に一つ一つ時間をかけて丁寧にやっていきましょう。ではまずは楽な姿勢で深呼吸から行っていきます。鼻から息を吸って口から吐いて、吸って吐いて、そのまま続けて、そしてもし実際の状況で周囲に危険があれば、できる限り安全な場所を確保しましょう。
一度吸って、吐いて、はい。では始める前に一つ大切なアドバイスです。グラウンディングではこれから五感で感じるものに好きか嫌いかといった感情的な評価は載せない方が賢明です。特に嫌い、不快といった感情はトラウマを再燃してしまう恐れがあるからです。五感で感じたことを分析する程度にとどめておきましょう。では5つの見えるもの、視覚からやっていきましょう。では目をつむっている方はゆっくりとまぶたを開けてください。そして周りを見渡してみましょう。これからあなたの視界に映る5つのものを1つずつ丁寧に観察していきます。もし電気を消した暗闇の中にいる場合は画面に映った写真を使っていただいても大丈夫です。それではまずは1つ目に見るものを決めましょう。はい、ではそのものはどんな色をしていますか？もしいろんな色が組み合わさっていたらそれをすべて丁寧に上げてみましょう。お花なら花びらの色、茎の色、葉の色といったように一つ一つ上げてみましょう。ではどんな形ですか？丸、三角、四角、卵型、雫型、点々、直線、ギザギザ、いろんな形が組み合わさっていますか？はい、このように丁寧に一つのものを見ていきます。では2つ目に移りましょう。2つ目に見るものを決めてください。はい、今度は色や形だけではなく質感にも目を向けてみましょう。硬そうなのか柔らかそうなのか、ザラザラしているのか、ツルツルしているのか、色や形も見ていきましょう。
今度はそのものの境界やどんな風にそこにあるのかを見ていきましょう。何かと接していますか？動くものですか？風になびいていますか？光は当たっていますか？影は見えますか？色、形、質感の他にも得られる情報がありますよ。はい、では4つ目。今まで注目したポイントのほか、それがどんなことに使われるかを想像してみましょう。もしそれがあなたの部屋の壁なら、あなたを外から見えなくする、風から守る。天井だったら日差しや雨から守る。何でもいいです。はい、では最後5つ目。それでは最後はあなたの自由にじっくり時間をかけてやってみてください。もし実際の状況でどうしても目を開けるのが辛い状況であれば、目を閉じてまぶたの裏の暗闇を静かに見つめてみてください。そしてゆっくり呼吸をしながら数でも数えましょう。その暗闇はあなたの心を落ち着かせる安全な場所になりますよ。はい、5つの見えるものでした。視覚は五感の中では得られる情報量が最も多く、そして最も早く脳に処理されることが分かっています。最初にこの5つの視覚のステップを踏むことは、フラッシュバック時に低下している脳の前頭前野の機能を回復させ、意識を今に引き戻すのに最も効果的です。なのでこのステップだけでも大きな効果が期待できます。はい、というわけでよくできました。ではさらに心の安定を深めるため、今度はあなたの体と触れ合っている4つの感覚
肌で感じることで、あなたと現実世界とのつながりをより確実に証明してくれる感覚です。今回は実際に触覚として感じられるものを挙げながらやってみますね。それでは1つ目、まずはあなたの体の重みを感じてみましょう。あなたは今座っていますか？横たわっていますか？椅子やベッド、枕などに預けている全身の重みを感じてみてください。あなたの体がしっかりとそれらに支えられていることを確認しましょう。足の裏が床や地面に触れているなら、意識的に少し足に体重をかけてみましょう。この場所に根を張っているという感覚を感じ取りましょう。はい。では2つ目に行きましょう。次は今あなたが着ているお洋服や包まれているお布団などの質感に意識を向けてみましょう。何か一つで大丈夫です。それはサラサラしていますか？もこもこしていますか？厚みはどのくらいでしょうか？布と肌が触れ合っているその境界をじっくり丁寧に感じてみてください。はい。では3つ目に行きましょう。今度はあなたの手のひらを使って肌や髪の毛、あなた自身のパーツにそっと触れてみましょう。肌はあなたの体温を直に感じることができます。手首や胸に手を当てて心臓の鼓動や脈を感じてみるのも良いですよ。あなたがここに存在していることをあなた自身で確かめましょう。私の体は私のものとそっとつぶやいてみてください。私の体は私のもの。そうです。あなたの体は確実にあなたのものです。はい。では最後の4つ目です。今度はあなたがこの瞬間他に感じている触覚を自由に探してみましょう。近くにある何かを触
場所の湿度や温度、空気感、屋外では太陽の光や風も感じることができます。はい、4つの触れるものでした。あなたの体が今ここにいることを感じることができましたか？実際の状況では体の重み、身につけているもの、自身の体温や肌触り、心臓の鼓動、手近な物体、そしてその場の環境の気象現象や空気感などが挙げられます。ぜひこれらの感覚を覚えておいてくださいね。それでは次に3つの聞こえるもの、聴覚へと意識を向けていきましょう。フラッシュバック時は内なる叫び声や反数的な思考の声に支配されてしまい、周りの音が全く入ってこない状況がよくありますね。そんな中で外の現実世界へ耳を傾け、何の音かどんな音かを分析することは心の声を打ち消し、意識を引き戻す助けになります。ではこれから数分間音を認識し分析する練習も含め段階的に行っていきましょう。そしてここではもし目を閉じている方が集中できると感じる場合は目を閉じても大丈夫です。また実際の状況では目を開けて視覚と聴覚の両方を使って音を分析しても大丈夫です。その時のあなたのやりやすい方法で大丈夫です。ではやっていきましょう。ではまずこの聞こえているタッピングの音に改めて意識を集中してみましょう。これは木の音のタッピングです。このリズムや質感、音の余韻、音が鳴る方向、音の動きなどをよく感じてみましょう。はい、ではこれから環境音も聞こえてきます。これを外の世界の音と想定して聞いてみてください。
静寂に意識を集中してみるのも良いでしょう。何も音がしないことも一つの事実として捉えます。あなたの体から聞こえる音に意識を向けても構いません。自分の呼吸を軽く指を鳴らしてみたり、声をそっと発してみたりするのも今ここにいる確かな証拠となります。はい、お疲れ様でした。3つの聞こえるもの聴覚でした。実際の状況では様々な音が混在して集中するのが難しい時もありますね。そんな時はまず自分の呼吸音に耳を傾け、呼吸を整えながら行うのがおすすめです。また追い切れない単発音より小川や雨のような途切れない連続音の方が意識を継続して現実に留めておくのに適しています。しかし例外もあります。それは音楽です。施設などの BGM や誰かの演奏など感情を誘発しやすい連続した音楽が聞こえる場合は、可能であればその場から離れるのが良いです。移動できない場合は音楽のリズムや使われている楽器など感情を乗せずに分析することに意識を切り替えてみましょう。はい、というわけで、聴覚お疲れ様でした。結構じっくりやってます。疲れてきてないでしょうか。最初から一度に全部やろうとしなくても大丈夫ですからね。今は焦らずやっていきましょう。大丈夫だよ。大丈夫だよ。それでは次は2つの匂いです。これから行う嗅覚は五感の中で感情や記憶に最も直接的につながっている感覚と言われています。そのため心地よい匂いはあなたの心を瞬時に安心できる現実へ引き戻す助けになります。なのでその心地よさを感じる感情は受け入れて大丈夫です。ただもし実際の状況で強く不快になる匂いを感じた場合は、すぐに意識を別の匂いへ移すことを心がけましょう。もちろんそれを冷静に分析できる状
態であれば、それはあなたが回復している証明になりますが、最初に話した通り、ネガティブな感情評価を乗せることはトラウマの再燃につながってしまう恐れがありますので、不快な匂いは避ける方が賢明です。では、これから実際に2つの匂いを探して意識を集中させていきましょう。まずは1つ目です。もし近くにコーヒーやアロマ、ハンドクリーム、ハーブやフルーツなど特定できる匂いのものがあれば、それを少し嗅いでみてください。ゆっくり鼻から肺の奥まで吸い込みます。その匂いは新鮮なのか、香ばしいのか、甘いのか、スパイシーなのかといったように簡単に分析してみましょう。匂いを近づけたり離してみたり、匂いの強さを測ってみるのも良いです。そしてもし周囲に特に匂いがない場合ですが、自分の手のひらや髪の毛、服の匂いに意識を向けてみましょう。あなたの使っている石鹸やシャンプー、柔軟剤などの香りを探してみましょう。はい。では2つ目です。今度は部屋やその場全体の空気の匂いに意識を広げます。窓から入ってくる風の匂いや、キッチンからする美味しい料理の匂い、樹木や観葉植物などから発せられるフィトンチッドという香りの成分は森林浴の癒し効果を持っています。意識を向けることで初めて気づく空気の匂いはありませんか？また、匂いがないことも今ここにある確かな事実として受け入れても構いません。はい、2つの匂いでした。実際に嗅覚はその場で探すことが難しいかもしれませんし、フラッシュバック自体が不快な匂いによって引き起こされる場合もあります。ですので、自分の安心できる香りを
終ステップ、一つの味覚へと意識を向けていきましょう。味覚は食べることと直結しているため、今この瞬間生きていることをシンプルに教えてくれる感覚です。またパニック状態などでは味覚が麻痺したり異様に感じられたりすることがあります。そのため正常な味覚を感じることは自分が現実に戻ってきたという確かなサインにもなります。それではこれから一つの口の中の感覚に集中していきます。もし近くに飲み物や食べ物などすぐに口に入れられるものがあれば少し口に入れてみてください。その飲み物や食べ物をすぐには飲み込まず少し舌の上で分析してみましょう。甘さ、しょっぱさ、酸っぱさ、苦さ、どんな味を強く感じますでしょうか。温度や舌触り、硬さも感じてみてください。分析が終わったらゆっくりと飲み込み、喉を通っていくのを追いかけてみましょう。はい、では実際の状況で口に入れられるものが何もない時のアドバイスです。実際はこちらの状況の方が多いかもしれません。そんな時は現状の口の中を探索します。もしかしたら最後に食べたものや飲んだものの味が残っているかもしれません。ですが何もなければ唾液の味、歯の感触、唇の感触などの感覚に集中してみましょう。そして顔には大小3つの唾液腺というものがあります。中でも耳下腺といって耳のすぐ前から下顎の出っ張りにかけて左右に一つずつある大きな唾液腺があります。ここを優しくマッサージすると唾液の分泌を促すことができます。唾液が口の中に行き渡るのを感じたら飲み込んでみましょう。はい、そしてこの味覚の感覚ですが、先にお話しした通り口の中の感覚が麻痺していたり正常に感じられない場合があるかもしれません。でもそれは強い緊張が原因で起こる自然な反応の一つです。そしてこれはすぐに戻らないこともありますので、どうかその場では焦らないでくださいね。深呼吸をして落ち着いて、もしあなたがまだ疲れていなければ視覚や触覚といった先に試した安定した感覚をもう少し感じてみましょう。
すことですので、ここでひとまず終了してもらっても大丈夫です。ただやはり実際にその後味覚の麻痺症状などが残っていたり、動悸や混乱が一向に収まらず辛く感じたら、決して無理はせずに心療内科や精神科での専門的な機関での治療に移りましょう。また危機的な状況では救急車を呼ぶなど助けを求めてくださいね。はい、というわけでこれで5、4、3、2、1、すべての五感のグラウンディングは終わりです。この後ですが、急いで立ち上がったりはせず、深呼吸や手をグーパーしたり、周囲に危険はないかなどゆっくりと確認しながら次の行動に移ってください。焦ってすぐに日常に戻ろうとはせず、温かい飲み物をゆっくり飲んだり、軽いストレッチをしたり、もう少し別のリラックスできる行動を挟むのが良いです。今ここまで聞いてくれている皆さんはそろそろ眠たいですよね。はい、本当にお疲れ様でした。そして最後にもう一つ私からお願いです。もしあなたの周りで大切な人がこういう状況に陥ってしまったとき、今回のことを思い出して寄り添ってあげることは本当にとても救いになります。焦らず決めつけずに冷静に状況を見てあげてください。そして突発的な病気など他の原因も十分に考えられることも頭に留めておいて、必要なら迷わず助けを呼んであげてくださいね。はい、それでは本当に皆様ここまで聞いてくださってありがとうございました。はい、それでは皆様よく眠れますように。おやすみなさい。おやすみなさい。